ご視聴ありがとうございます。今回は東京23区に迫る大ピンチを解説します。都市部の生活を脅かす事態と、その裏にある大きな問題に迫ります。ここは東京メトロ千代田線、JR 常磐線各駅停車が乗り入れる綾瀬駅です。千代田線と常磐線を直通する列車のほか、東駅始発の千代田線の列車、そして北綾瀬方面と行き来する列車もあります。改札を出ます。綾瀬駅のバス乗り場は高架橋の下に収まっています。ここには周辺に向かうバス路線が乗り入れており、その多くは東武バスの路線です。綾瀬駅には東武の路線はありませんが、隣の北千住駅からはスカイツリーラインが伸びており、沿線を中心に路線を有しています。その中で異彩を放つのが、この7番乗り場です。他のバス停の目印が四角いのに対し、ここだけ平べったいです。そしてここは東武バスではなく、埼玉や茨城を地盤とする会社、朝日自動車のバス停です。路線は 5.4 キロ離れたつくばエクスプレスの八潮駅まで運行されています。本数は1時間あたり 4,5 本ある一方、八潮駅まで行くのは1本程度で、ほとんどは2つ手前が終点です。2つだけなら八潮駅まで行けば良さそうですが、理由は何なのでしょうか。この路線は環状ルートではないため、ここで全ての乗客を降ろします。このバスは、おおむね1時間に1本ある、八潮駅南口行きの便です。乗り込んだ乗客は8人。ノンステップバスなので、乗り降りがとても楽です。出発です。このバスの座席定員は11人。あとは立ち席24人と乗務員1人が乗れるので、トータル36人乗りです。乗客は8人。私も座っているので、まだ2席空いています。小回りの利く車体を生かし、交差点をスルッと右折です。一方、高架橋の横にある道路には路上駐車も多く、対向車両と勝ち合って進めない場面も。ここから先に行く前に、この路線の概要と、一見よくあるこのバスの正体を解説です。綾瀬駅と八潮駅南口を結ぶこのバスは、ルートの大半が東京都足立区にあり、終点とその隣の停留所だけが、隣の埼玉県八潮市にあります。この手前で大半のバスが折り返すのには、ある理由があります。このバスは一般のバスとは異なり、東京都足立区のコミュニティバス、春風号の路線の一つです。春風号は2000年4月に運行を開始したバスで、足立区内の主要駅である綾瀬駅と西新井駅の間を貸し切りバスで運行したのが最初で、後に一般的な乗り合いバスに移行、路線が拡大されました。今では全部で12の路線が運行されています。路線は5つの事業者に分けて運行されており、路線によってまちまちです。その中でも2号は便数が圧倒的に多く、他の路線とは桁が違います。便数が多いため、1便あたりの利用者数ではもっと多い路線がありますが、1日あたりの利用者数は2000人台で、需要が大きいのがわかります。足立区のコミュニティバスなので、区外に出る便をなるべく減らすのが、八潮駅まで行かない理由のようです。春風号は、以前このチャンネルで取り上げた港区のコミュニティバス、チーバスと同じく、鉄道などの公共交通機関の利用が難しいエリアのために始まったものですが、大きな特徴があります。足立区が提案した路線を、バス事業者が独立採算制で運行していることです。区の支援は運行開始前に必要なバス停整備などにとどまり、運行開始後の補助金などはありませんでした。運賃体系は各社の一般路線と同じため、春風号でも路線によって差があります。異なる事業者同士の共通乗車券もなく、IC カードの利用可否もまちまち。車両も各社独自の車種とカラーリングが中心で、外装や一部の行き先表示器に春風の表示があります。一方この車両は、足立区の補助を受けて導入されたものです。この車両は、日野自動車が開発した小型バス、ポンチョです。ポンと乗ってちょっと行く、が由来とされるこのバス、タイヤを車体の四隅に寄せて車内のステップを極力減らし、4人分の後部座席以外はフルフラットです。先ほど運行開始後の補助金はないと言いましたが、これは2019年度までの話。近年、乗客の減少により運賃収入も減っており、車両の老朽化などといった問題も出始めています。
区民の暮らしを支える春風号の路線と本数を維持すべく、2020年度にバス購入費用の一部を補助する制度が始まりました。2020年といえば、あの感染症が蔓延し、移動手段が軒並み打撃を受けていた頃です。対象は、営業係数が100を超えている路線。営業係数とは、100円の収入を得るのにかかる経費のことで、100を超えると赤字です。2022年度までに、3号と4号、7号を除く路線で、合計14台のバスに財政支援が行われています。このうち22年度には、ランニングコストなどを減らせる EV バス1台が6号に導入されました。なお、区が財政支援をした路線は、5年間はバスの本数を減らさない約束です。春風号の運行本数は路線による差が大きく、2号は日中1時間あたり4、5本あるのに対し、少ない路線では1日数本、あるいは特定の曜日のみの場合もあります。2号では珍しく八潮駅まで行くバスの様子と、もう一つの路線に迫ります。先ほど通った綾瀬駅東口で、乗客が3人増えます。座席を詰めればみんな座れますが、最後部はステップがあるため、立って乗る人が現れます。極端に狭い道を走るわけでもなく、堅調な走りです。かと思いきや、左折して一方通行に入ります。歩道と車道の境目は白線一本だけで、運転には神経を使う場所です。逆向きの便は同じ場所を通れないため、この奥の道路を少し迂回して通ります。車道の幅が少し広がるものの、センターラインはありません。対向車両とすれ違うときは歩道にがっつりはみ出すほか、妙にクランクしたところもあり、速度をところどころ落とすこともあります。この後ろ側に、東京メトロ千代田線の北綾瀬駅があります。綾瀬と八潮以外で鉄道に乗り換えられるのはここだけですが、乗り込んだのは1人だけ、降りる人はいないです。この先で、こちらのルートは左に曲がり、その後ぐるりと回り込みます。この左手には千代田線の車庫につながる線路があり、直角に交差するアンダーパスがあります。それを迂回する関係上、こちらのルートはちょっとだけ遠回りです。そしてここでは、合流待ちのために数台やり過ごします。この先、センターラインのある道路とない道路をそれぞれ走ります。団地の近くで3人が下車し、全員着席状態になりました。その後、障害福祉施設前でさらに1人降り、ノーステップ部に空席ができます。小回りの利く車体を生かし、鋭角の交差点でも綺麗に曲がります。片側1車線の少し余裕のある道路を走ります。将来拡幅予定なのか、両脇に空いている土地があります。商業施設の前で2人が降り、同時に2人が乗ります。一方、乗った2人は3つ目のバス停で降りていきました。この便だけでは何とも言えませんが、商業施設などの場所も意識してバス停を設けることで、長距離利用だけでなく短距離利用も見込まれているようです。出発から25分ほど。次のバス停である睦木途中で、大半の便が折り返しになります。また、綾瀬駅から乗った場合、ここまでは230円、ここから先は240円と、料金が変わります。乗るバス停によっては乗車時に運転士に申告する必要があり、申告し忘れた乗客が追加精算をしていました。動画ではカットしながらお送りしていますが、ここでは2分ほど止まっています。バス停には屋根もあり、他とは明らかに違います。反対車線の隣では折り返しのバスが止まっています。ここから先ではバス停の間隔も広がります。なお、春風2号の運行が始まった2002年1月では、先ほどの睦木途中が終点でした。当時まだ、つくばエクスプレスが開業していなかったからです。2005年8月のつくばエクスプレス開業から5ヶ月ほど後、2006年1月に一部の便が八潮駅北口まで延長されました。2009年9月には、八潮駅南口のロータリーが完成したため、乗り入れ先が南口に変更されています。ここまで乗っていた乗客は4人。誰がどの区間を乗ったかまでは見切れていませんが、比較的短距離の利用が多いです。あのバスは、折り返しの便として数分後には発車していきます。車両も乗務員も限られているだけに、長々と停車するわけにはいきません。
一方の北口からは、八潮市のコミュニティバスが発着しています。こちらは愛称もしっかり表示されているほか、春風号と同じ型の車両にもかかわらず、ラッピングも独自色全開です。続いてやってきたのが、東武スカイツリーラインの西新井駅です。春風1号のルートが綾瀬西新井間であり、春風号にとっても縁のある場所です。この駅を発着するのは、その1号に加え、3号、7号、10号、12号の5路線。足立区でも真ん中に近いところにある駅だけに多くの路線が集まります。私が乗るのが、春風3号。日暮里舎人ライナーの終点である、見沼台親水公園駅まで行く路線です。乗り場は西口の5番で、駅からちょっと離れた場所です。手前のバス停には大きめの車両が並んでいますが、3号の車両は小型タイプです。2号の車両よりも前のモデル、いすゞジャーニーです。これは2号の日野ポンチョの前のモデルである、日乗りエストと似た系統の車両です。この路線は国際工業バスが運行しており、カラーリングも同社の標準仕様で、春風号の表示は正面や側面にちょこっとあるだけです。車内は2ステップ式のため、ポンチョより乗り降りが大変ですが、それゆえに座席定員が多いです。出発です。乗客は4人、うち1人は保護者と一緒の子供です。春風3号のルートがこちら。西新井駅から北西に向かい、舎人公園駅で日暮里舎人ライナーと接続。路線の西側を迂回して、見沼台親水公園まで戻ってきます。春風2号の1年半ほど後、2003年7月に運行を開始した路線で、2008年3月の日暮里舎人ライナーの開通を機に、一部ルートが修正されています。小型車両が使われているのは、狭い道路を走る区間があるからです。路線の所要時間は日中35分ほどで、朝の便は渋滞を考慮しているのか、最長40分かかります。そしてこのバス、1日の本数は片道12本、往復24本です。日中は1台で賄っているらしく、運行間隔が1時間半あります。春風2号は平日156本、と休日は142本あるだけに、本数の差が大きいです。西新井駅から1キロほどは車線の多い道路を走り、そこから右に曲がり、片側1車線の道路に入ります。この車両は前輪と後輪が比較的近いため、最小回転半径は 5.8 メートルと、同型車の中で最小クラスで、とても小回りが利きます。そのため、狭い道路や交差点を通るコミュニティバスを中心に重宝されました。ここでドアを開けたものの、すぐに閉まります。ここは西新井駅車庫バス停ですが、東武バスの車庫で、国際工業バスの車庫ではありません。そしてこの近くにあるのが、東武大師線の大師前駅です。駅名をバス停の名前にしないのは、大師前のついたバス停が他にあるからのようです。一般のバスとすれ違います。車線が減ったとはいえ、普通サイズのバスでも走れる道路ですが、ところどころカーブが現れます。ここは通称七曲がりと呼ばれ、結構体を振られます。歩道等を仕切るガードレールもいつの間にかなくなっており、運転に気を使いそうです。この先では、右カーブからの左カーブ、そして交差点を左と右に曲がり、小刻みなカーブを突き進みます。この車種の生産終了後、後継車種のポンチョでは同じルートを通れないケースが出るなどし、ルート変更を余儀なくされたバスもあったそうです。こうした道路が1キロほど続いてから、ようやく大きめの道路に出ます。この後ろにはところどころ空き地があり、道路の整備計画があるのがわかります。ここまでは1人ずつ乗り降りしていましたが、小学校に近い次のバス停で3人が乗ります。乗客は8人になったものの、座席が多いので、立っている人はいないです。500メートルほど走ると、道路脇の住宅がなくなります。そう、足立区有数の広さの公園、舎人公園です。天気の良い休日の昼とあって、人も多いです。ここで、日暮里舎人ライナーの高架橋をくぐります。タイミングよく列車が走ってくるという、動画的に美味しい展開です。あちらは日中6分間隔と、本数が圧倒的に多いです。舎人公園駅バス停は、両方向とも大通りの西側にあります。
一気に5人が降りていきます。やはり2ステップバスなので、お年寄りは降りるのも大変そうです。乗客は一気に減り、3人だけになりました。ここから先、工業団地の中などを堅調に走っていきます。この便の場合、まとまった乗り降りがあったのは小学校から舎人公園までで、それ以外では乗客は1人ずつ乗り降りしており、一気に人数が増えることもなく、立って乗る人は最後までいませんでした。一方、狭い道路では信号のない場所での一時停止が結構多く、歩道等を仕切るガードレールがないところでは、自転車を追い越すのに気を使います。大通りに合流し、日暮里舎人ライナーの高架橋の下を通るようになると、終点、見沼台親水公園駅に到着です。ここには西側にバスターミナルがあり、そこに乗り付けて乗客を降ろします。バスはここで10分ほど停車し、折り返しの西新井駅行きになります。そして今、この春風3号と、そして春風号そのものに大きな危機が訪れています。春風3号は、今年3月31日を最後に運行を終了することが決まっています。序盤の図にもあった通り、3号の利用者数は春風号の中では少ない方です。路線が廃止に至った理由はいくつかあります。まず、路線自体が赤字であること。今の車両が老朽化しており、区からの車両購入補助があっても黒字化とは程遠く、車両の買い替えが難しいこと。序盤で触れた足立区による赤字路線の車両購入補助では、補助が行われていない路線がいくつかありますが、これらは必ずしも黒字というわけではありません。補助を受けると5年間本数を減らせず、路線の廃止にも踏み切れなくなるのが理由にありそうです。そして、より深刻な問題があります。今年4月以降、バス運転手の働き方改革の一環として、労働時間の短縮や休憩時間の増加が必要となり、運転士不足が深刻化することです。最近では、感染症の影響を脱した観光バスなどに人材が流出しているといいます。去年12月には、運転士不足に見舞われていた大阪のバス会社が、15路線すべてを廃止しています。さらに、11号の一部区間が3月末で、そして10号の全区間が3月29日で運行終了になります。この2路線を運行する事業者が挙げたのが、これら3つ。福祉パスが運賃収入の減少につながるのと同時に、やはり運転士不足が深刻なようです。また、人材確保のために給料を上げると、上げた分は丸ごとバス会社の負担になるため、経営を圧迫してしまいます。今の春風号の枠組みでは、運行に伴う赤字や、運転士不足を補助金で手当することができません。労働規制の強化により、これまでの本数を維持できなくなっている以上、収益性の高い路線を優先し、補填もない赤字路線は廃止するしかありません。春風号の場合、コミュニティバスといえど、そうした事情は一般のバス路線に近いです。また、2024年度中に7号の廃止も決まっています。この路線は過去に新型車両の購入補助を受けており、5年間は廃止どころか減便もできないはずですが、受け取った補助金は返すのでしょうか。利用者数の少ない赤字路線の廃止問題は、地方の鉄道やバスだけではなく、東京23区でも避けられない問題になっています。ご視聴ありがとうございました。